こんにちは。今日は手縫いの春に持てたら可愛いバッグを作ってきました。全部手縫いなので大変ですが、それなりに温かさが伝わってくるような感じがします。こんな感じで時間はかかるんですが、手縫いでチクチクと楽しみながらやっていただけたら嬉しいです。よかったら作ってみてください。型紙を作ります。7センチの四角を用意してもらって、その半分をここ10センチあるので、半分と 2.5 と 2.5、4分の1に分けます。2.5 ずつです。2.5。こちらが7センチで、ここ3センチ。1.5 で 2.5。ここ3センチ。1.5 で 2.5。それを、ここをつないで、一番端をつないで、ここから 1.5、ここから 1.5 のところと3センチを結びます。ここから結んで、ここも 1.5 のところ、ここから 1.5 のところと、このこんな感じで半分ができました。それで1、2、3、4、5、6と順番に切っていきます。その時に斜めのところを印を入れておきます。バラバラになってしまうので、ここはまっすぐのところはこんな感じで入れて、ここ 1.5 のとこね、ここも 1.5 な感じで切っていきます。2、3、ここにこれが入って、ここが中のところで、ここがまっすぐのところで、ここもまっすぐなところで、感じで、それでこの中の3つが色違いで、ここは白です。で、取っていきます。これを4枚。縫うときはここ中が、それとこれは反対側、こちら側と対称になりますので、これが裏側で立ちます。こんな感じで、こんな感じで立っています。これが4枚ずつ一つの模様になります。これも6番。これが一番上の5番で、ここがまっすぐ。感じで4枚立っています。ここがまっすぐ。一番上、ここ反対で、ここがまっすぐなので、こんな感じで立っています。左右対称なので、裏から4枚、表から4枚。こ
これが3番はこんな感じで色違いに立っていきます。これが表から4枚。こんな感じで4枚と、これが裏から書いています。4枚。表からのと裏からと。それと、これが3番ね。これが表から書いたのと、で裏からまた4枚書いています。これとこれで4枚ずつ表からと裏からと立ってきています。でこれが一番上で、これが表からと、でこれが裏からのが立っています。それともう一つが4番がなくて、縫い代は5、6ミリでいいです。辺になるところをまっすぐに立っています。ここまっすぐに。表から4枚と裏から4枚。こんな感じで4枚ずつ立ってきます。それで順番に並べて、一回こう並べてみて、表側から立ったものばかりを並べて、最初にこことここ、こことここで、あと4つつなぎます。縫うときは印から印まで縫っていきます。2針ほど返して、でここで1針返して、で印まで縫っていきます。で2目返します。これがパッチワークの基本で、印から印まで縫っていきます。ここを縫ってきたので、今度ここを縫います。印と印を合わせて、で同じように2目返して、ここで1針返して、で最後も1針返して、で2針返します。チクチクと順番に縫っていきます。これがこことここと縫えたら、今度横を縫っていきます。これからこうして、同じように縫っていきます。ここが縫えてる、ここを縫います。
交わっているところをここからここまで縫って、この縫い代は飛ばします。最後ここ一針返して、そしてここからこちらの印まで飛んできて、この縫い代は縫いません。そしてここの最初はもう何もしなくていいですので、ここを縫っていきます。で、最後だけ一針返します。で、もう二針返していきます。あとここを縫います。ここも縫い代があるので、縫い代は飛ばします。ここから印まで縫っていきます。最後一針返します。そしてこの印からこちらの印まで飛んでいきます。で、端まで縫っていきます。ここで一針返して、ピースが小さいので大変ですが、手縫いで縫います。これで1ピース、半分の1ピースができました。こんな感じです。これを4つと、こちらに裏側で立ったのを4つ立ちます。4枚ずつ縫ってきました。そして次はこことここを縫い合わせます。1枚のピースが出来上がりです。ここ縫っていきます。ここの縫い代は縫いません。一つのパターンができました。こんな感じです。ここ4つつないで一つの模様にしてきました。こんな感じです。これを3個作ります。ここ3枚縫ってきました。順番に縫っていきます。ここも印から印まで縫っていきます。と縫っていきます。同じように2目返し縫いをして、1目もう1回1目返し縫いをして、最後だけ
1目返し縫いをします。そしてこの縫い代は縫わないで、この印からこちらの印まで飛んできて、でここからまた印から印まで縫っていきます。ここも印から印までこの縫い代は飛びます。こんな感じでここまで縫ってきて、3枚連なって縫っていきます。3枚縫い合わせてきました。それでここにトップの横をつけます。6センチ幅で、ここが14センチずつなので、ここ42センチ、14センチの印を入れています。中表に合わせて、こことここを縫っていきます。こちらから縫っていきます。この、縫い代を飛ばすので、14センチのところ、やっぱり同じように2針返して、で1目返して、の印から印まで縫っていきます。で、この縫い代は飛ばします。こちらの印まで飛んできます。こちらからこちらまで。で、ぐつぐつと縫っていきます。最後だけ1針返します。ここまで飛んできて、で最後1針返して、でこちらの印まで飛んできます。そんな感じでこちらまでずっと縫い代は縫わないで飛ばしていきます。ここ縫ってきました。それでアイロンを当てます。もうくちゃくちゃなんですが、なるべく白のこの模様の方を、色の方を出したいので、この白をこちらにたくさん出してほしいです。こんな感じで、ここを折って、またこちらを折ってっていう感じで、白い方をたくさん出してください。こんな感じで。そしたら模様が浮いてくるので、こっちに倒しといて、こっちに倒し返します。でこっちに倒します。こんな感じで白が裏の方に多く出るように、こちらの白を倒して、そして倒し返します。でこちらの方に倒して、こちら倒して、こんな感じでずっとアイロンを当てていってください。
ここアイロンを当ててきました。そして表からもきちっと当てておきます。こんな感じでトップができました。次にキルト線を引きます。これ2センチの線です。これに合わせて引いていきます。直角に引きます。この銀のボールペンはすごく優れもので、UM の100の26の銀で100円です。書くときは銀なんですが、だんだん使っているうちに消えていきますし、すごく優れものなので100円なので、ぜひこれでキルト線を引いてもらいたいと思います。こんな感じで2センチのキルト線をこちらとこちらに引いてください。裏地とキルト芯を立ってきました。ちょっとトップより少しここ2センチぐらいとここ1センチぐらい多めにして立ってきます。それでキルトするんですが、しつけをしたらいいんですが、小さいのでもう待ち針で打っておきます。ところどころに最初玉結びをしてシンプルを高々指とこちらもこちらに入れてこんな感じでキルトは真ん中から外へ外へとしていきます。それで針目と針目の間のところが空いているところを刺してきて玉結びを中に入れてしまいます。で、ここは模様のところは落としキルトをします。縫い目のところを全部キルトしていきます。表に1ミリぐらいで2ミリぐらい向こうに入れてこんな感じで落としキルトはあまり目立たないのでこの角にちょんと当てたら向こうに通った印なのでちょんと当てるだけでいいです。それでこっちに返してきてで最後はこちらに出してきてでここで玉結びをしてでここ今出てきた糸のところを中に入れて玉結びを中に入れてしまいます。で今度はこちらをいってこうしてこうしていう感じで落としキルトのところなので縫い目のところを全部していきます。全部やっていきます。ここは引いたその上をキルトしていきます。こう全部キルトをしてきました。手縫いなのでちょっと大変でしたが頑張ってしてきました。ポコポコしているのが
パッチワークの魅力で温かみもあります。で、次はここのサイドの型紙を作ります。ここが14、14、14あるので、14センチの四角、ここが14センチなので、ここからここまでが14センチあればいいので、中央から 2.5 ぐらい下がったところから、ここからここまでが14センチになるように、ちょっと丸みをここ 1.5 ぐらい広げると14センチになるので、こんな感じで丸みを取ってください。この型紙にします。これがサイドの型紙です。表布とキルト芯と裏布をつけてまた同じようにキルトしていきます。1.5 センチぐらいの縫い代で立ってきました。2枚ずつ立っています。表地に2センチのキルト芯を引きます。こんな感じでキルト線が引きました。それでキルト芯の上に表地を置いて、外表に裏布も置きました。キルトしていきます。1ミリぐらいで中に入って2ミリぐらいのところ出てきて、また1ミリぐらいでここにちょんと当てるだけでいいので、ここに行きます。本当は中から外になんですが、これは小さいのでシワにならないようにこうしながら伸ばしながらいってください。縫い代のところまではしなくていいです。なるべく糸を切らないようにしていってください。キルト芯のところに出してきて留めます。糸が少なくなったら留めてください。こんな感じでまたこうしてっていってください。これを2枚作ります。キルトしてきました。こんな感じです。裏はこんな感じです。ちょっとふっくらしてキルトらしくなりました。そしてここにパイピングをしたいと思います。こんな感じのここポツッと出るパイピングをしたいと思います。ここがこの分の生地を3センチ立ってきました。それで同じ何でもいいんですが、紐をここに置いて紐を挟むようにして、ここ丸みを持ってこの紐の際を
仮止めで縫っていきます。5ミリぐらいの間隔でいいですので、押し込むようにしてここを縫っていきます。こんな感じでちょっと膨らみを持たせて2本作ります。こんな感じで2本作ってきました。そして脇につけるんですが、もう一度ここに出来上がり線を描いておきます。継ぎ目を下にして、この出来上がり線とこの今縫ってきたところを合わせます。目立たないようにこんな感じで交差させておいてください。そしてもう一度今留めたところを上から仮縫いしておきます。こんな感じでここもう一度出来上がり線を仮縫いしてきます。パイピングできました。こんな感じでここ目立たないように揃えておいてください。ここを切っておきます。この本体に上と下にバイアスをつけます。4センチ幅でバイアスをつけます。ここ7ミリの出来上がり線を描いておきます。で、中表にして、ここ縫っていきます。ここは小さな針目で縫っていってください。ミシンで縫ってもいいんですが、今回は全部手縫いでいきます。3目いって1目返すぐらいの強度にしといてください。ミシンだったらいいんですが、これで縫ってきました。こんな感じになります。それで7ミリのバイアスにしたいので、縫ったところから 1.5 センチです。ここ 1.5 に切っているので、そこまで折って、その半分を折ったら7ミリになりますので、縫ってきたところで折ります。そしてここまつっていきます。5ミリぐらいの間隔でいいです。表に響かないようにしてまつっていきます。こんな感じでここまでまつっていきます。こんな感じになります。で、こちらも同じようにバイアスをつけていきます。バイアスをつけてきました。こんな感じでこちらもつけてきました。そしてこちらとこちらの間に25センチの
ァスナーをつけます。真ん中に印を入れて、この真ん中と真ん中合わせて、ファスナーが少し隠れるぐらいに、こんな感じでバイアスの縫い代のところに留めます。そしてここがバイアスの縫い目のところが針があるので、それより少し上、バイアスがこうした時に裏地が見えないようにバイアスの上にこのファスナーをつけます。だからここが縫い代なので、そのより1ミリほど上を星止めで縫っていきます。5ミリぐらいいって、それで1ミリほど返して、また5ミリ進みます。これを星止めと言います。半返しの少ない分です。少しだけ返して、このバイアスの上につけています。で、表には響かないように縫っていってください。こんな感じで、このバイアスで裏地が見えないようにしてください。こんな感じでここまで縫ってきて、こちらも同じようにつけていきます。ここファスナーをつけてきました。こんな感じです。で、ひっくり返して、ここのファスナーの始末をしていきます。千鳥格子でいきたいと思います。5ミリぐらいの間隔で5ミリいって1ミリぐらいすくって、またこちらは1センチぐらいいって、こんな感じでずっとファスナーの始末をしていきます。こちらとこちらも同じようにファスナーの始末をしていきます。ファスナーの始末をしてきました。こんな感じです。次はタグを作ります。7センチと4センチの布で3分の1に折って、もう半分に折って、これぐらいの7ミリぐらいのタグを作ります。こちらも3分の1に折って半分に折ります。そしてここをかがっていきます。これをこちらも同じようにかがっておいてください。次に本体にこの側面をつけるんですが、ここの開いてしまわないように、どこでもいいんですが、端の方を
感じで開かないようにしておきます。その時にこのタグもここにこことここにつけます。ここに仮止めしておきます。そしてここも切っておきます。ここタグがつきました。こちらも同じようにタグをつけといてください。次ひっくり返してここの一番上を中心とファスナーの中心を重ねて、そしてそこはここの中心とパイピングの真下ここでここの中心を合わせます。ここのパイピングの真下とこちら1センチのところの縫い代のところを合わせていきます。でここぐるりっと半返しで縫っていきます。手縫いなので見ながらこことこの、パイピングのところの真下とこちらの1センチの縫い代で半返しで縫っていきます。こんな感じでぐるりっと半返しで縫っていきます。でこちらも同じように縫っていきます。ずっと縫ってきました。こんな感じです。こちらも同じように縫ってきました。それでここ7ミリぐらいに切り落としてください。こんな感じで7ミリぐらいに縫い代を切り揃えます。それで 3.5 センチ幅の40センチぐらいのバイアスを取ってきて7ミリ折って中表にして縫い目のところを合わせて縫っていきます。7ミリ重ねておきます。でここをぐし縫いでいいですのでぐるぐっと縫っていってください。ところどころ返し縫いしてもらったらほどけなくていいと思います。でここまで縫ってきます。縫ったところまでぐるりっと縫ってきます。ここぐるりっとバイアスをつけてきました。そしてここ三つ折りにして
縫い代を隠していきます。こんな感じでここまつっていきます。5ミリぐらいの間隔でいいですので、こんな感じでぐるりっとまつっていきます。でこちらも同じようにしておいてください。ここずっとまつってきました。こんな感じです。こちらも同じようにまつってきました。で繰り返して、これで出来上がりです。ここチューリップつけてみました。チューリップは私の可愛いチューリップっていうところに出していますので、また見てください。こんな感じで、そして何でもいいんですが、使い回しでいいですので、肩紐をつけると出来上がりです。こんな感じでちょっと春らしい模様にしてみました。全部手縫いなのでちょっと大変ですが、春に向かってチクチクとやってもらいたいと思います。こんな感じです。たくさん入ります。よかったら作ってみてください。長い間見ていただいてありがとうございました。